こんにちは、節約主婦のさなです。500万円の借金を返済し、40歳までに資産2000万円を目指す我が家の6月の食費を公開いたします。コロナの影響で会社が傾き、500万円の借金を背負った我が家ですが、日々節約生活の甲斐があって、返済することができました。そんな我が家の現在の食費家計簿を公開いたします。東京都の3人家族の食費の平均は約9万円くらいだそうです。我が家は6月は4万5千円に設定をしました。内訳としてはスーパーで購入する食材が3万5千円、外食が1万円です。これまで外食は2ヶ月に1回のペースでしたが、私が妊娠後期に入ってキッチンに立つのが少し苦しいなと感じることがあったので、今月から体調に合わせてうまく外食を使っていこうと思います。また、家族が窮屈にならないマイルールを月の初めに書き、意識をしています。例えば、家族が節約で窮屈にならないように、お菓子やアイスなど食べたいものを買っても基本的には OK にする。お菓子やアイスなどに使う分、料理を工夫して食費をカバー。マイルールを作ることで、今まで買い物ごとに言っていた買わないよといった言う方も言われる方もプチストレスが溜まっていたワードにさよならをすることができました。食事は毎日するものですし、家族が節約で窮屈にならないのも長く続けられるポイントかと思います。また、食品の買い出しは週に1回が基本ですが、足りない分は近くの薬局で買い足しをしています。外食費は1万円予算で取っていますが、余った分はスーパーの食費に回しています。早速6月1日にスーパーへ行ってきました。合計金額が6817円でした。こちらがエコバッグ第1弾の購入品です。まずは朝に食べるパンを2袋と、あとはフルーツでバナナが100円程度でとても安かったので、バナナを3本入りを買っています。あとはスイカも298円ととても激安だったので、スイカを購入しました。きゅうりは1本40円ほどで3本購入をしています。あとは息子希望で唐揚げを購入をしました。これだけ入って233円と少しお安いかなと思います。で、棒ヒレカツの方は夫が希望で購入をしています。その他はお菓子がちらほらと並んでおります。エコバッグ第2弾です。こちらは結構お菓子が多いです。エアリアンのガーリックバター、こちらは 65g ぐらいで100円と少しお高いんですけれども、とっても美味しかったです。あとはアイスやチョコレートも買っています。結構本当に今回はお菓子が多いなというような印象でした。ただマイルールで決めている通り、あまりガミガミ言わないように心がけました。で、シュガーロールなんですけど、私と息子がとても大好きで 20% オフだったので購入をしています。こちらが業務用の焼きそばです。焼きそばに合わせて、キャベツ、あとは卵がすごく激安で150円以下ぐらいで10個入りが買えたので、2パック購入をしました。あとはこちらの、鶏ささみのジャンボパックもとても安くってグラム68円ぐらいだったので、1パック購入をしています。で、お隣のいちごは298円ととてもお安かったので、こちらも購入をしました。スイカももう1個買ってます。この日が週に一度パルシステムが届く日でした。パルシステムは初回特典でとても安く買えるので、そこからもう何年もリピートをしています。まずはごま昆布です。えりも産日高昆布で、こちらは添加物が特に入っていなくって、息子もたくさん食べてくれるので、いつも購入をしています。続いて味付けいなり、これは本当に美味しくって味がしみしみで、ご飯を詰めるだけで簡単にいなりができる揚げになります。10枚ほど入っていて400円ちょっとのお値段です。で、成分はこんな感じで、こちらも特に気になる添加物等は使っていません。大好きな納豆になります。パルシステムの納豆は本当に美味しくって、で、小粒で臭みがなくって、なおかつ添加物にも気を使っています。原材料を見てわかる通り、特に気になる添加物は一切使っていなくって、からしもですね、着色料が使っていないので淡い黄色をしたからしになります。で、こちらが違う種類の納豆です。こちらも特に添加物と使用していないです。スーパーで買う納豆よりも臭みがなくって甘い印象があります。こちらはパルシステムのこだわりが詰まったポークウインナーで、一般的に市販されているウインナーは冷凍の輸入豚が使用されることが多いのですが、こちらは国産豚を一度も冷凍せずに使用をしています。さらに発色剤も使用していないので、いつも安心していただいています。加工肉であるウインナーは発がん性がささやかれることが多いので、購入する際はパルシステムと決めております。
200g で400円程度とこだわっている割に良心的な価格なのも嬉しいポイントです。そのまま食べても美味しいおやつソーセージ、斜めに小さくカットしてケチャップと炒めるだけで簡単にお弁当のおかずになるので、時間のない朝によく使っています。着色料、化学調味料不使用です。食べきりサイズで息子の小腹が空いた時にも活躍してくれています。しっかりとお魚が摂取できるので、お菓子を食べるよりも健康的でいいですよね。2セットでお安いキャンペーンがやってたので、まとめて2つ購入しました。10個入り直産卵は飼育環境や飼料にこだわった優しい甘みのする卵です。スーパーの激安卵も大好きですが、シンプルに卵かけご飯など卵そのものの味を楽しみたい時におすすめです。肉厚な国産豚肉、ストレスの少ない環境で育った国産の豚肉のため、あっさりとした味わいで脂に甘みがあります。 100g180 円程度なので、国産のお肉が食べたい時に購入をしています。今回は生姜焼きにしていただきました。もっちり食パンは国産小麦 100% で作られていて、使用している添加物が少ないのも魅力のポイントです。我が家ではそのままジャムを塗って食べたり、フレンチトーストにして朝食にいただいています。この日は薬局で朝に食べるパンをちょこちょこと購入をしました。今月2度目のスーパーに行ってきました。お野菜をメインで結構買ってきました。合計金額が6619円です。このトウモロコシが激安で1本100円しないくらいのお値段でした。なので2セット購入をしています。そしてきゅうりも1本30円ちょっとと、とてもお安くまとめ買いができました。あとはお料理に使う豆腐ですとか、スイカも298円ととても安かったので2つ購入しています。私は妊娠中で食べれないのですが、夫にプロビンチョウの刺身用を買っています。こちらは2日間に分けて食べていきます。こちらはグラム60円ちょっとの鶏胸肉です。あとはお菓子や飲み物なども合わせて購入をしました。2回目のパルシステムが届きました。3030円分のお買い物でした。全部で8点になります。人参なんですけど5本入っていて204円、めちゃめちゃ安いです。エコ人参 800g っていうのを購入をしました。私がパルシステムで一番大好きな商品なんですけど、こちらこのね柄の納豆なんですけど、これがタレがたっぷり入っていて本当に美味しいんです。で後ろはですね、見ていただくと原材料に添加物特に使っていなくって、すごく安心して食べられるかなというふうに思っていますね。これが本当に美味しくって、お豆の味も甘いのですっごいおすすめです。ただ毎週あるっていうわけではないので、この子があるときはだいたい2パック買うようにしています。国産の玉ねぎ店、こういうなんでしょう、練り物っていうのはちょっと作るのが難しいので、パルシステムやスーパーで買うことが多いです。これは味が本当に美味しくって、あと玉ねぎが少し大きめにカットされているので食感もすごく楽しめます。で原材料がこんな感じで、練り物なのにですね、なんでしょう、添加物がですね全然入ってないというか、すごいなと思ったんですよね。なのでこちらは一度買ってみて美味しかったので、もうリピートをしています。我が家ではそうめんに合わせたりして、食べています。これ本当に美味しいです。これが246円なので税込みで、なので4枚入っていて60円ぐらいですかね。粗挽きポークウインナーです。パルシステムのウインナーはすごく安全かなという風なイメージがあるので、今回も買いました。ここに発色剤が使ってませんなどと書いてあって、結構子供も安心して食べられるのかなと思って、もうウインナーを買う際はパルシステムにしています。これは初めて買いました。3切れ入ってて518円なんですよ。お魚の方も今東京のスーパーめちゃめちゃ高くって、本当になんか鮭の切り身とかでも今まで130円ぐらいで買えてたのがもう200円とかするんですよね。ただ今回は、これだけ入って518円か、その安くはないけど、高くもないっていうので今回ちょっと買ってみました。パルシステムで購入するひき肉は比較的になんでしょう、料理するのにめちゃめちゃほぐれやすいというか、すごいパラパラになりやすくって料理しやすいんですね。なので今回はちょっと2袋買いました。500g 入って570円なので、100g あたり100円ちょっとです。はい、スーパーと全然お値段変わらないんですけど、すっごくほぐれやすくって、で臭みもないので結構ひき肉はパルシステムで買うことが多いです。この日は100円寿司を少しお持ち帰りをして、あとは動画にある粗挽きポークウインナーと納豆を使って手巻き寿司も作って夕ご飯にいただきました。カウシェというポイ活で始めたサイトがあるんですけど、そこでなんと紅はるかが5キロで送料込みで1786円で購入できるセールがあったので、早速購入をしました。
これだけ入って1786円は本当に激安で、スーパーではなかなか買えないお値段でゲットすることができました。いつも炊飯器でお芋を焼くんですけど、本当にトロットロで美味しいお芋がいただきました。今月3回目のスーパーに行ってきました。4796円でした。この日が父の日だったので、スーパーのケーキで気持ちを伝えました。合計金額が3万円ちょっとと、月の半分にしては少しペースがいってるなと思ったので、後半は気をつけようと思います。夜は贅沢におうち焼肉をするので、牛カルビと切り落とし牛を購入をしました。こちらのお肉は2日間かけて使います。今月3回目のパルシステムが届きました。こちらのツナがノンオイルで、中に入っている汁がすっごい切りやすいので、とても料理しやすいです。そしてツナ自体に臭みが全くないので、サラダに入れたりとか、あとは海苔巻きに入れたりとか、カレーに入れたりなど、用途をいろいろと使っています。鰹節パックはとても細かく切れているので、お味噌汁にそのまま入れたりして使っています。あとは1個40円ほどの大好きなヨーグルトも今回購入をしました。今月最後のスーパー購入品です。こちらの塩味枝豆はすごいボリューミーで、なおかつお値段が安いので結構リピートをしています。あとはピザだったりとか食パンがお安かったので、冷凍用に購入をしました。それからこちらのプリンなんですけど、本当にトロットロですっごく美味しかったです。とってもおすすめなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。お米がなくなったのでお米を買ってきました。国産米 100% でいろんなお米をブレンドしてるそうなんですけど、最近お米不足なのか、1家族10キロまでというふうに書いていて、値上がりもすごくって、10キロでもう4000円は基本的に超えるかなっていう中に、こちら10キロで3000円ちょっとで購入することができました。いや、とってもありがたいです。いや、お米高くなってますね。節約意識をどんどん上げていかないと、ちょっと危機感を感じました。今月最後のパルシステムの購入品です。こちらのイカがすっごく柔らかくとっても美味しかったです。あとは息子が好きなコンセン君のポテトと、主人用に冷凍の、マグロのたたきを購入しました。こちらも臭みがそこまでなくて美味しいというふうに言っていました。右側が解凍済みです。5点セットのお野菜を買ったので冷凍をしていきます。はい、以上が今月の、購入品でございました。今月の食費を集計しました。スーパーなどで購入した食費が4万629円で、外食が3553円、合計で4万4182円と、目標の4万5000円は達成できたので、とても良かったかなと思います。こんな感じで我が家は月の初めに目標やマイルールをその都度決めて実践をしています。今後もこういった食費の詳細は載せれていけたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。